ってらっしゃい。はい。はい、おはようございます。船浮き3日目ですね。3日目といってももう帰る日なんですけど、昨日まで天気は良かったんですけどね、今日から北風が猛烈に強くなって、上原航路欠航なので、船浮きからね大原まで行って石垣島まで行って竹富島に戻るっていうものすごい遠回りな、帰り方になります直線だとすごい近いんですけどね。また今日はですね、ツイッターなどで私が誕生日ってことを、聞きつけた釜戸マ荘の女将が、急遽ね食パンとかで即席のバースデーケーキを作ってくれたんですよ。いや嬉しいですね。しかも中学生の息子さんもね、誕生日おめでとうございますって言ってくれて、いや最高にいい日になりました。いや船浮きいいっすね。本当今こう歩いてるこの道もいいですよね。ちょっと飯田の浜でやっておきたかったことをね昨日やるのを忘れてて、何かっていうと、もう17年ぐらい前かな、ビラヒルギのおかみさんが、おかみさんの友人2人と私を連れて西表島のね、北西部の方の、3泊4日ぐらいのトレッキングに連れてってくれたんですよ。今はねああいうのってもう許可が下りないと思うんですけどね、その時のトレッキングルートに入ったところ、入った道、入り口が確か私の記憶では飯田の浜にあったと思うんですよ。ちょっとうる覚えなんですけどね、それを見たかったんです今回。それで飯田の浜に今向かっているということですね。そのねトレッキングすごい楽しかったんですよ。北西部って言ってもちょっとショートカットしてて、飯田の浜から確か網取っていう湾の方に行って、そこからちょっと山の中に入ってだいぶショートカットして、鹿野川湾っていう湾に出て海岸沿いを歩いて飯田の浜まで戻ったって感じですね。そう、当時ね私が飼ってた犬も一緒に行ったんですよ。本当あれアドベンチャーでしたね。いやーすごく楽しかったんですよね。特に鹿野川湾っていう湾のビーチの中がでかいシャコガイがあって、こんなでっかいのが洞窟に住んでるね金城武みたいな青年がいたりとか、すごくねあれ面白い経験しましたね。崖をジャンプで渡って、その後ロープで降りないといけないところがあったんですけど、私は犬を連れてるんでそれができなかったんですよ。だからその崖の横をどのくらいかな、30メーターか50メーターか泳いでいかなきゃいけなかったんですけど、その辺りの海がサメが出るから気をつけろって漁師さんに言われてたんですよね。あれがむちゃくちゃ怖くて、結果何にもなかったんですけど、皆さんもねそういうのが好きな人、西表島の北西部なんですけど、あれをね許可を得てやった方が安全だと、安心だと思うので、許可が下りるのかどうかですよね。実際あの時どうだったのかちょっと分かんないんですけど、あの時一緒に行った方々もね今元気なのかどうか知りたいとこですけど、みんないい人たちでしたね。ビアヒルギのおかみさんはねずっと元気です。今ね8時45分、10時25分の船に乗って、出発します。だから10時まで戻るとしてあと1時間ぐらいはここに入れるけど、結構昨日と違って荒れてそうな雰囲気ですね。波の音がすごい。
うお、昨日と全然違うじゃん。おお、まあ、トレッキングルートの入り口をね確認するだけなんで、まあ、すぐ終わるんですけど、それにしても海が昨日と全然違う。すごいね。綺麗だけどね、美しいけどすごい荒れてるね。ここは湾だからか、軽石はね一つも見当たりません。確かね、このビーチの端っこぐらいから結構急な登り口を登ってた気がするんですよ。でこの地形を見ててもなんとなく割れ目のあたり、あそこ行くんじゃないかなって気もしてくるよね。それで分かんなかったらまたビラヒルギのおかみさんに聞いてみよう。でも話覚えてるかな。うわ、この岩肌もすごいね。イメージ的にはね、このどっかで登った気がするんだけど、これかな。なんとなくここだよね。これを行ったのか。こっから登るとこなんかあんのかな。ここを上に行ったってこと？まあ明確にはね分かんないんだけど、やっぱりここだね。あの時すごいね、登り口がね急激な感じだったから、ここ以外ないもんね。まあここだったということにしましょう。懐かしいアドベンチャーの思い出ね。今1枚脱ぎました。やっぱりまだ半袖短パンでいいですよね。今日は24度予報だから夏日じゃなくなっちゃいましたけど、こうね、足跡が消えていくっていうのはこう思い出が消えるみたいで、ちょっと寂しい感じのね。
らあそこにブランコがあるよ。多分竹富島の星の砂の浜みたいに地元の人がね、自分の子供のために作ったのかな。あそこすっごい荒れてるね。あそこすごいな。あそこリーフになってるのかね。昨日あそこまではちょっと泳いでは行く自信なかったな。川登るってことはなんかあそこあるんだろうね。ちょっと波でね、今ズボンが相当濡れた。油断したよさあ、じゃあ名残惜しいけど船沖の旅はこれで終了となりますね。帰りましょう。お疲れ様でした。次はいつ来れるかな。これ赤城だ。赤城の木。私が八重山で一番好きな木ですね。いや、幹がねちょっと怖い感じ、ホラーチックな幹なんだけど、葉っぱがねすごく爽やかな黄緑なんですよ。ですっごい太くなるんですよね。ピナイサーラの滝の滝壺の方に行く時だったかなの、ルートにねでっかいのが2つ、あれ1つだったかなちょっと覚えてないやあるんですよね。いや2つだった気が、もういいか。マグちゃん、マグロ、今度は散歩しようね。そろそろ出発だ。ああ、いいとこだった。もう帰らなきゃいけないんですよ。寂しいな。船沖海流10時25分ですね。
沖から竹富島へ帰ってきちゃいました。じゃあタンタンはいるでしょうか。あ、いたいたいた。わかるかな、俺ってことが。相当警戒してる。タンタン分かってる。あ、今日覚えてたの？今日覚えてました。ありがとうございます。あらーす。マグロの匂いがするかな。まだまだマグロの匂い。猫ちゃん。はい、ただいまー。